こんにちは、ヨモギアの中村です。今日はですね、いくつかコメントでも、いただいていたシェービングポニーですね。で、これシェービングポニーって言うんですけども、これのご紹介の方をさせていただきたいと思います。で、作り方とかは、多分これを見るような方はですね、多分作り方は解説しなくても、この構造さえ分かれば、あとは自分で作るっていう方がほとんどだと思いますので、その構造の話とか、あとは、僕はこういうところをこうしてますねみたいな、なんかそういうような話をさせていただきたいと思います。はい。ではよろしくお願いします。はい。これ僕の使ってるシェービングポニーです。で、シェービングホースっていうのがそもそももともとあって、この座る部分と、この押さえる部分と、もうちょっと長くてっていうものがあるんですけども、それのこの挟む部分、ここだけを切り出して、テーブルとかで使うっていうのがシェーピングポニーです。で、誰が作り出したのか分かんないですけど、僕も誰かの YouTube を見て、これいいなっていうふうに思って、真似て作ってみました。で、えっ、と、僕みたいにシェービングポニーを毎日使うわけでもないし、使わない時は畳んでおけるとか、どっかにしまっておけるっていう方がいいなというふうに思って、シークピングポニーを作りました。で、ちょっとばらしてどういう構造になっているのかご説明したいと思います。と、これからですか。はい。構造としては、このまずベースですね。ベースとこの受ける部分。でこれ僕くさびで留めています。これですね。と、あとボルトとこの足。パーツはこれだけです。なのですごい簡単です。はい。でこれの図面の方も僕のこの動画の概要欄の方に載せておきますので、もしよかったらそちらの方を見ていただければと思います。で、最近ちょっと使ってて変えたところがここですね。ここ前まで丸棒だけただ入ってたんですよ。でもなんか押さえる力が弱いなと、丸棒だけだと。で多分押さえる面積が少ないからだなと思ってここで角にしました。角というかこれも長方形で、こっち側とこっち側であの厚みの違いを出せるというふうにわざと長方形にしています。でこれにすることでだいぶずれることも減ってきたので、こういう形の方がいいのかなというふうに思います。はい。で構造はもうこの足の踏む部分と、これが開き止めですね。開き止めと、ここに回る部分が入っていて、でここにボルトの穴が開いてるというだけです。で、なんか余りの材料で作ってるっていう感じですね。でここが、ホズ穴になっていて、これも角材引き割ったものに、これ銅縁ですね入ってるというような感じです。で使う時はこんな感じでこれもクランプ短いのあればいいんですけど、僕ちょっと長いのしか持ってなくてやたら長いんですけど、
でこれ一応何種類か用意していて、こっち側で高さを変えると。もしも分厚いものどうしてもちょっと高さこれだと使えないなっていうものが出てきたら困るので、そういう時にはこっち側を変えるというようにしています。で、はい、でこれで完成です。でもう本当にこのシェービングホースってすごい使いやすくて、こうシェービングポニーか、こう手を離さなくて作業を中断しなくていいっていうところがやっぱりいいと思うんですよね。この木工万力とかだと両手離してこう挟んでとかっていうことをしないといけないんですけど、すごい直感的というか感覚的にこの押さえるっていうのがなんか本当無意識にできるんですよね。すごい使いやすいです。でこっち側でも削るし、こっち側でもやるっていう風に。なのでこっち側でも作業するし、こっち側でも作業します。でだからここが短い方がいいかなっていう気がしますね。ここにあるとこっち側で作業がしづらいので、そういうところがあれかなと。日本の南京ガンナだとそういう細かい作業をするので、こっち側も使えるように短くしておいた方がいいかなと。思います。ということですごい簡単ですけども、僕が使ってるシェービングポニーですねの、ご紹介の方させていただきました。何かこう自分で作る時の参考にしていただければ幸いです。どうもありがとうございました。